しさっさしさっさへへ、どうぞこんばんは。本日はですね、昼間の久しぶりの撮影です。本日はハイサイ探偵団さんと一緒に撮影になります。ハイサイ、はい、よろしくお願いします。今日ハイサイさんとの企画は水釣りですよね。はい。海に潜る方と、はい、陸でやる方、同じ釣りだったらどっちがやっぱ強いのかなっていう。僕はもしかしてギャルの水釣りですか？ギャルいないです僕。いないですね。野郎しかいないです。奇跡だろ。野郎しかいないです。水釣りの方はハイサイさんのチャンネルで、はい、ぜひ楽しんでください。ギャルチャンネルはもう。ギャルチャンネル、いや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 。ギャルチャンネル。はい。で僕らのチャンネルではまずブーツっすね。おお、ブーツ。はい。吉田さんブーツ履く派なんですね。そうそうそう。いそうなんでね。今まで使ってたブーツはこれ。おお、薄い。これも別に上等ではあるんですけど、そうそう、フェルトがついてる滑りにくいやつ。そうそう。これなんかあれですか、なんかスラムダンクみたいにこれみんなでつけるみたいな。いやいやいや。分かる。スラムダンクが分からないんだよな俺。新しいバッシュはみんなで組むんだよね。なるほど、やばくするんだ。これだったら車で引いても大丈夫。いや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 。何も知らない吉田さんからしたら苦そうかな。これですね、ブーツ一つで、これまあマスク、なんかみんなウィンチューこれ使うんですよ。マンティス5っていうやつ、これに動画入ってるんですよ。でコンタクトいつも外してるんだけど、今回はもうコンタクトつけっぱなしで、これで。でも素材はそんな変わらないし、あんまり道具の持ちも変わらないと思いますよって言ったから、僕検証したいと思います。そっち痛くなさそうです。そうそう、でこれ初めて買ったのこれ。これストラップカバーっていう僕の動画、これをちょっとレビューしたいと思います。はい、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すぐパッと取り外する。はい。はい。取り外するっていうね、便利だよね。OK。さあ、履き心地。吉田さんどんな仕掛けでやりますか？なんかこうグッと噛んでる感じが。噛み癖。うん。あともう一個これっすね。ブッシャーのメーカーのやつ。思いっきり噛み込まなくても楽に噛めるよっていう素材なんですよね。海外もこれでパージバブルがついてないのがいいよっていう風に言われたんですよ。やっぱあれだな、このブーツ焦げがついてたら全然滑らないしさ、歩きやすい。さあちょっと分厚みがある分履けるかどうか。あ、全然余裕だな。逆に厚みがある分なんかフィット感が全然いいね。公式 LINE を始めましたので登録よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは水中映像に入ったので音声簡単なんですけど入れていきたいと思います。水中の水釣りと陸からの釣りの映像の両方に関してはハイサイ探偵団さんのチャンネルで詳しくやってますので、そちらもぜひご覧ください。で、吉田、まず先に餌をつけてますけれども、結構ね、この餌つけるところ苦戦しましたね。なんでかって手袋にこう針がねかかったりとかして、結構苦戦しました。で手袋を外すとちょっと手がふやけてね、危険なんですけど、途中から多分手袋外してたと思います。で結構ね、泳いでいると魚見えるんですけど、簡単に釣らせてくれないですね、やっぱり。ちっちゃいね、小魚とかは、よく針に食いついてくるんですけど、なかなかいいサイズになってくると、やっぱり食いついてこないですね。今指さしたのは、イスズミですね。はい。こちらも、トカジャの群れ、いっぱいいますね。はい、手袋こちらも外してますね。手袋があるともうどうしても針が手袋に刺さってね、できなかったので。餌も何種類か持って行ったんですけど、どの種類に変えても大きいのはなかなか食いつきが悪かったです。人間がいるところから見えるから食いつきが悪いのかなっていうことで、ちょっと深いところに落としてみました。そうすると、来たので、ちょっと合わせようと思ったんですけど、ドラグがずっと出ていって穴に入ってしまいました。
潜る俺。はい。どれか出てきよった、今度。この時第1匹目だったんで、ちょっとどうしても取りたかったんですよね。岩の中に入っていったんで、ちょっと絡まらないように、自分の腰につけてるロープはパンチに1回渡しました。釣り糸もね、あるので、水中で拘束されてしまったら大変なことになってしまいますよね。これちょっと真似しないでほしいですね。糸がふやけてしまうと体にね、絡まって水中で拘束されてしまったら浮上できなくなってしまうので、巻き取りながら潜ってます。はい、この辺で出てきましたね。1匹目。記念すべきあの1匹は取り回しがよ、ほら。ミーバイですね。釣る前もそうだけど、釣った後も大変だ。これ網に入れるときも逃げれるな。なるべく位置取りでやって最後は逃がそうかっていう話だったんで、逃げられないように保管するのも結構大変でしたね。はい、なんかカラフルな魚が釣れました。今回餌は魚の切り身とちっちゃいイカだったのかな。釣り餌一応持っていってやったんですけど、といろんな種類の魚が吉田の方にはかかってくれましたね。はい、アバサーが2匹泳いでますね。アバサーも結構ね、キロ数重さがあるので、これアバサー食べてくれたらいい勝負になったんじゃないかなと思うんですけど、逃げていってしまいました。はい、こちら、パンチですね。パンチも、ミーバイ釣ってますね。この魚を釣った後、網に入れる作業をしているときに、残りの針にまた別の魚がかかってくるんですよ。はい、こちらも1匹目と同じミーバイですね。全然美味しい魚ではあるんですけど、今回は釣りの対決だったので、ちょっとサイズアップを狙いたかったですね。イスズミも結構いっぱいいてね、いいサイズの。あれ1匹でも結構な重さになってたんですけどね。簡単には食べてくれなかったです。で、これ水中では結構ね、魚に近寄れてるように見えるんですけど、意外とね、水中銃とか持ってると近寄ってきてくれないですね。はい、こちら根がかり、魚に潜られたんで回収してる様子ですね。針が何本かついてるので、魚が食った針と別の針が岩に絡まったり、岩に刺さったりして、根がかりしてるっていうパターンも結構ありましたね。で、何回かこの企画で水釣りして思うのが、この水中に根がかりを回収しに行くとき、この時ですね、これは今浅かったらよかったんですけど、深いところとか、ちょっと水深があるところでは、この針が自分の体にかかったりしないように、かなり気をつけないといけなかったです。で、この辺でちょっと餌をチェンジしてみようっていうことで、餌取りをちょっと切り身にしてね、つけてみました。自分はあんまり釣りはしないんでよくわからないですけど、なんかそこの魚が泳いでる場所の餌を使うと食いがいいよっていうのを聞いたことがあったので、実際にそこで取った魚を餌にしていました。一応全然食いは同じだったんですけど、サイズアップすることはできなかったですね。
でもまあ種類が変わったので、よかったなと思いますね。魚の切り身に食いついてるな。なかなか食べてくれないですね。で、今回僕とパンチ2人で泳いで釣りしてるんですけど、結構危ないと思うので、真似しない方がいいかと思います。シュノーケルで亡くなる事故とかは結構あるんですけど、それに加えて釣りってなると結構集中してね、自分がどこで泳いでるかも分からなくなるし、釣りとって水中で全然見えないんで、こういうの扱ってると本当に絡まったりとかする可能性あるので、できればやらない方がいいと思います。これも結構複雑な絡まり方してね、回収するの大変でしたね。この辺ぐらいからちっちゃい魚は逃がしてますね。結構岩の際に落としてるので、何回かに1回こうやって回収作業ですね、ずっと。気になるブーツとかマスクの見た感じなんですけど、ブーツに関してはちょっとフェルトがついてる分、フィンにフィットしてはいます。ただちょっと窮屈感はあったかなっていうところです。何回か使っていくうちにだんだん馴染んでくるんじゃないかなと思います。で、マスクは今これ GoPro から見えてる映像なんですけど、自分の目から見てる映像も割とクリアではあったんですけど、ただ油膜が綺麗に剥がしきれてなかったのか、ちょいちょい曇ってましたね。なのでしっかり曇り止めをつけて潜れば綺麗に見えるんじゃないかなと思います。はい、ベラが釣れました。はい、ここで五色エビのちっちゃいのが現れました。これはちっちゃいので見送ってますね。ただ可愛いので映しておきました。で、エビとかで貝とかタコ類は一般の方は取ってはいけない、種類になってますので、漁業者じゃない方は取らないようにお願いします。はい、ここでタコがいましたね。ちょっと釣り竿突っ込んだら出てくるかなと思ったんですけど、今回は出てこなかったです。いつもだったらね、水中中のシャフトを入れたり森の先っちょを突っ込んだらタコって嫌がって出てくるんですけど、今回はちょっと出てこなかったですね。タコが抱いてる。縄りと餌全部抱いてる。これサイズで言うと1キロぐらいあったのかなと思いますけどね。ただ魚じゃないので、もし取ったとしてもどうだったでしょうね。はい、こちら使った感想なんですけど、マジで上等ですね。苔が生えてるところも全然滑らなかったですね。これが気持ちいい。ここの方が少し硬いのかな。使いながら馴染んでくるでしょう。これは、もう全然頭痛くないですね。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。